今僕はワクワクしています。これから幸せに生きる秘訣、それをあなたにお伝えできるからです。幸せに生きることは拍子抜けするくらい簡単なことだったのです。まず、あなたに質問があります。佐藤さん、佐藤さん、佐藤さんと佐藤さんを呼ぶと誰が来ると思いますか？佐藤さんが来ますよね。中村さん、いらっしゃいと呼んだら誰が来ると思いますか？中村さんが来ますよね。この話は銀座マルカンの柴村恵美子社長の講演会で教えていただいた話なのですが、ここに人生の秘密が隠されているのです。心の中で中村さん、中村さん、中村さんといくら念じても中村さんは振り返りませんが、言葉にして中村さんと言えば中村さんがやってきます。幸せに生きる秘訣、わかりましたか？では、種明かしをしましょう。はじめに言葉ありきという言葉を聞いたことはありますか？聖書の創世記に書かれている有名な一節です。はじめに言葉ありき。言葉は神と共にあり。言葉は神なりき。僕はこの言葉の本当の意味を知るだけでも幸せに生きることができると思っています。この言葉の中に宇宙の法則が隠されていたのです。それを教えてくれたのが心理学博士の小林正観先生です。はじめに言葉ありきの意味とは、発した言葉によってまたそれを言いたくなるような現象が降ってくるという法則を表しているのだそうです。つまり言葉が先なのです。佐藤さんと声に出して呼ぶと佐藤さんが来るように、ありがとうと言えば次にありがとうと言いたくなる現象がやってくるということです。ついてると言っていればついてると言いたくなる現象がやってくるということです。だったら楽しく生きることって簡単でしょ？ありがとう、ついてると言っていればその言葉をまた言いたくなる現象がどんどん起こるのだから。逆に、いや楽しい人生って嫌だということであれば、つまらない、ついてない、辛い、モテないなど不平、不満、愚痴を言っていればいい。するとまたその愚痴を言いたくなる現象がやってきますから。そんな単純でいいのか？人生。いいみたいです。人は言葉で生まれ変わることができるのです。というわけで3秒セラピーオープニング。今すぐ1回ありがとうとつぶやいてみよう。まずは数ある本の中から今日という日に名言セラピーを手に取ってくれてありがとう。幸せな人生を歩むのに特別な才能はいらない。そして幸せに生きることは本当に簡単です。この本を読み終える頃にあなたにもその意味が分かっていただけると思っています。この本の目的はただ一つ。これを読み終える60分後にあなたをもっと幸せにすることです。あなたをお待ちしていました。ようこそ名言セラピーの世界へ。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所のショウです。今回は3秒でもっとハッピーになる名言セラピープラスという本をご紹介したいと思います。あらら、もしかしてお察しのいい方はもう気がついていると思いますが、こちら名言セラピーシリーズの第2弾となるものです。本チャンネルではすでに名言セラピーザ・ベスト、名言セラピー第1弾とご紹介させていただいているのですが、今回は第2弾をご紹介したいと思います。著者は本チャンネルでも何回もご紹介させていただいているコピーライターで心理カウンセラーでもある翡翠小太郎さん。今を輝かしく生きることを面白く腹落ちするアドバイスをさせたら右に出る人はいません。彼の著書は何回もご紹介させていただいていて、名言セラピーシリーズの他にも明日死ぬかもよや1秒でこの世界が変わる70の答えなんかは僕も大好きな本の一つです。そんな彼が人は言葉で生まれ変わることができるというコンセプトのもと、
古今東西の様々な名言エピソードを集めたのが本書なんです。その特徴は、とっても深い話をめちゃくちゃ軽く伝えてくれているところです。本動画では、そんな本書の雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと50年やるぜ。数々の名作を生み出し、文化勲章を受章した彫刻家、平櫛田中さんは、ある時、50年分の木彫用の木材をまとめ買いし、庭に積み上げたそうです。そして、黙々と掘り続けました。黙々と掘り続けた。50年分を買っちゃうんです。この先も50年やるぜってことです。しかも、50年分の木材をまとめ買いしたとき、平櫛田中さんは100歳でした。というわけで、3秒セラピー。いつ死ぬかなんて知ったこっちゃない。なすべきことをただただやるだけ。今やらねばいつできる。俺がやらねば誰がやる。ヤンキーセラピー。終電電車は危険がいっぱいです。つまり酔っ払いがいっぱいなのでございます。先日座っている僕の前に立つおじさんもぐでんぐでんに酔っ払ってぐるぐる回っておりました。そして回るたびにおじさんのコートがなびいて前に座っている僕と僕の隣の男性の顔にまで当たるのです。ぶっちゃけ少しイライラしました。しかし幸せ名言セラピーの著者がこんなことでイライラしているようではと思い、ドンマイドンマイ酔っ払いと心の中でつぶやき、酔っ払いにエールを送りました。しかし問題は僕の隣の男です。彼は若きヤンキーでした。さっきから彼の顔にもずっと酔っ払いのコートが当たっているのです。時にはおじさんの膝がガクンとなり、彼の膝を直撃していました。ありゃ痛いぜ。ありゃ痛いぜよ。翡翠小太郎だからこそ、ドンマイドンマイ酔っ払いで済んだものの、隣の若きヤンキーはそうはいかないでしょう。しかも膝でガックンと攻撃された日には、彼がいつブチ切れるか僕はヒヤヒヤしていました。すると、若きヤンキーは立ち上がりました。来た。やばい。彼がブチ切れる。若きヤンキーは立ち上がり、そして酔っ払いにこう言ったのです。どうぞ、お座りください。こいつ、酔っ払いに席譲ってる。いいやつじゃん。感動した。というわけで、3秒セラピー。あなたの意外な一面を見せよう。この人が？そんな一面を見せると、あなたのことが頭から離れなくなります。あのヤンキーのことが頭から離れない。山に登るのは何のため？なぜ人は山に登るのか知ってますか？登っている間は本当に辛くて苦しくて、もう嫌だ、二度と登るものか、と思い、頂上にいるときにその苦しさを少しの間忘れられて、でも下山するときに同じ苦しさを味わう。でもね、時間が経つと苦しかったことの方を鮮明に思い出すようになる。それもひどい思い出じゃなくて素晴らしい思い出として。だからこそ人はまた山に登りたがるのです。というわけで3秒セラピー。苦しかったことは苦しかった分だけ余計に素晴らしい思い出に変わる。それが人生の真実らしい。今辛い人、苦しい人、素晴らしい思い出が増えてよかったですね。自由ってなんだい？母ちゃん、自由って一体なんだい？すると母ちゃんは突然、ロープで僕を強く縛り始めました。母ちゃん痛いよ。何すんだよ。ロープでぐるぐるにされた僕は
手も足も動かせなくなりました。母ちゃんに泣いて助けを求めました。その時、僕は気づいたのです。そっか、僕はずっと自由だったんだ。というわけで、3秒セラピー。僕らはずっと自由だし、ずっと幸せだったのです。そして、今も幸せなんです。ロープの話は、前の会社の社長が、自由ってこういうことだよ、と僕にしてくれた話です。お客さんに気持ちよく過ごしてもらう方法。前の会社の社長からキャッチコピーについて教えてもらいました。翡翠くんね、想定内の言葉を書いても誰も振り向かないからね。想定内？どういうことでしょうか？例えば、お客さんが家に来た時に、どうぞご遠慮なくってみんな言うよね。そう言われたってやっぱり遠慮しちゃうんだよ。想定内の当たり前の言葉は相手に何も影響を与えない。だったらそんな言葉なくたっていい。なるほど。だったらこの例の場合、想定外の言葉ってどんな感じになるんですか？お客さんにこんな感じで言うといい。遠慮していただいてもいいですし、遠慮しなくてもいいですよ。かなり意表をつきますね。でも、大抵こう言うとお客さんは笑って気が抜けて遠慮せず気持ちよく過ごしてくれるもんだよ。というわけで3秒セラピー。これからはお客さんに遠慮してもらいたいときは、どうぞご遠慮なくと言おう。思いがけない言葉こそ相手にガツンと伝わります。佐藤か翡翠か。人生は選択の連続であると作家の秋元康さんは言います。A を選ぶか B を選ぶか、佐藤くんか翡翠くんか、あなたの人生で思い悩むこともあるでしょう。そんな時のために今日はあなたに秋元康さんの名言をプレゼントしましょう。迷ったらどちらを選んでも大丈夫なんだそう。その理由は、どちらを選んでも君はきっと後悔するから。人間とは選ばなかった方に未練を残す生き物だそうです。どちらを選んでも後悔するのが人間だってことを知っておけば、今のあなたの後悔は、ほら、消えたでしょう。というわけで、3秒セラピー。裏を返せば、あなたの選択はいつだって正解なんです。迷ったら翡翠というか、迷わず翡翠を選んでほしい。間抜けで生きよう。心理療法家の矢野総一さんから教えていただいた話です。僕たちはなぜ喧嘩をするのかわかりますか？喧嘩の原因は間だそうです。あの人のやってることは間違っている。あの人の考え方は間違っている。こう言われるとムッときますよね。でもここから間を抜いてみます。するとこうなります。あの人のやってることは私と違っている。あの人の考え方は私と違っている。間があるから腹が立つんです。間はあなたとその人の間を作ってしまうから。人と意見が違ったとき、ロングではなくてディファレントと思えばいいんです。というわけで3秒セラピー。間違っているのではない。あなたと私は違うだけ。間抜けで生きよう。モテる人は頼む人。人気メルマガ、モテずにモテる恋愛法の発行者、恋愛の達人、フーさんと初めてお会いさせていただいた時のことです。喫茶店で1時間くらい話した頃、彼はカバンからおもむろに100枚くらいの A4 用紙とホッチキスを取り出したのです。何をするのかなと思っていたら、翡翠さん、ちょっと手伝ってもらってもいいですかと言われました。そして彼の小冊子作りを手伝うことになったのです。喫茶店のテーブルで紙をページ順に並べて2つ折りしてホッチキス留めしていきました。1時間くらいこの作業を一緒にやったでしょうか。すると
あら不思議。初対面とは思えないほど僕らは打ち解けていました。例えば、小学生の時とか、隣の子から、お願い、消しゴム貸してって頼まれただけで、その子のことを好きになったりしませんでしたか？頼み事をされると距離が縮まるように思います。ましてや、一緒に何か作業をするのはもっといい。彼がモテる秘訣はこんなところにもあると思うんです。というわけで、3秒セラピー。好きな人に頼み事をしてみよう。頼み事。ねえ、股が破れちゃったんだけど、縫ってもらっていいかな？股かい？夫婦セラピー。妻と価値観の違いで悩んでいる。主人と価値観の違いで悩んでいる。という方に、心理学博士の小林正観さんから教えてもらったびっくりするものの見方をご紹介します。例えば、子供の教育方針について、あなたは勉強が大事だという考えを持っていたとします。でもご主人は逆で、勉強なんかしなくていい。のびのび生きろという考えの持ち主だったとします。この価値観の違いでぶつかっているご家庭は結構あるのではないでしょうか。それを小林さんはこう見ます。両親の価値観の違い、それは子供にとっては選択肢が増えたことを意味します。つまり、両親の価値観が違うと、子供は2つの価値観から自分に合うものを選べるのです。そうか、両親とも同じ価値観で、それしか親が認めないとしたら、その考えに子供が同意できなかった場合、家庭に逃げ場がなくなります。もちろん、価値観が同じだと良くないということではありません。価値観が同じなら、それはそれで夫婦はうまくいきます。しかし、価値観が違ったとしても、こう考えると、それを楽しく受け入れられるようになります。物の見方が変わると、どんどん景色が変わります。というわけで、3秒セラピー。価値観は違っていい。そして違う価値観を受け入れることができたら、あなたはもっと愛されます。翡翠さん、主人の顔が好きになれなくて悩んでいます。それは諦めてください。夢のような毎日。みんなと一緒に学校に行きたいな。お父さんとお母さんと美味しいラーメンが食べたいな。お寿司が食べたいな。自分の家でゆっくりしたいな。お外で遊びたいな。大人になりたいな。髪の毛が生えてきてほしいな。普通の生活がしたいな。元気になりたいな。まだ死にたくないな。早くお母さん、お父さんを安心させてあげたいな。これらは限られた命の時間を生きている小児がんの病室の子供たちのしたいこと、いつかどうしても叶えたいと思っている夢だそうです。というわけで3秒セラピー。僕らは今日も夢のような毎日を過ごしている。いかがでしたでしょうか？人は言葉で生まれ変わることができるということを感じていただけましたか？本書の帯には世界で一番短い3秒セラピーと書かれているのですが、その通り、それぞれのエピソードは長くても数分で読み終えてしまう、とっても短いものばかり。ですが、逆にその短さが話の深さを際立てていて、一気に考え方が変わる感覚がとっても楽しいんですよね。それに、エピソードのネタ元も千差万別で、本当にいろいろな考え方に触れられるのもいいと思います。1話完結というよりも、一見開き完結ですし、心が弱っているとき、気合を入れたいときなど、パッと読んでみると良さそうですね。本書は Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited に入っていると無料で読むことができるんです。なので Kindle Unlimited を使って電子書籍でスマホやタブレットで空き時間に読んだりするのがぴったりだなって思います。そしてこの3秒でハッピーになる名言セラピーは実はまだまだシリーズがあるのです。なので
これからもご紹介していきますね。すっかりファンになっております。本書が気になった方は、ぜひ読んでみてくださいね。